雪かき大変だよ、雪国の人は。でもなんか日が出てるからか寒くはない。ここ 1年ぐらいの話だね。うちは意外ともつ食べれたい。こんなにあれなの初めてだよ。これ内側のガラス。乾杯。マイナス12度。すんごいねここ。八海山のスパークリング。あらー、今になって降ってきた。危ない。南魚沼をさ、道の駅この間の、あそこにさ行こうって話してさ出発したけどさ、ほらうーちゃんがさソリとかできなかったからさ、今日ね万全の用意してきたからそれで行こうって話してたけど、これさナビ見てたらさなんか真っ赤なんだけど、これさこれ通行止めぽいね。なんかさっきまで OK だったんだけどなんか通行止めになったっぽい。でさっきほらちらっとさ左側の看板みたいなさ電子版みたいなのにさ、渋川伊香保からどこまでだってある、どっかまでが通行止めってなんか一瞬見えたんだけど、関越道が通行止めになることってあるの？雪ってことはいけないってこと？ニュース見てると日本海側の方は結構な大雪みたいな感じだったじゃん。ああ、なんか上越の方とかでしょ。だからあれなのかな。こっちはほら渋川だからさまだ、ね、言うてもこの先に赤城とかさ、沼田とかさみなかみとかあるじゃん。あるある。そこまでも行けない感じだ。むしろその辺も雪降ってるのって思っちゃうよね。ね、見ての通りこの辺は何にもないじゃん。ないない。ただ風が強い日みたいな、これ場所変えないと今ナビがさ南オールマンになったまんまだから。どうしよう。どこ行く？でもこの感じだとさ渋川伊香保で多分降ろされちゃうんだよな。なかなかすごいね。そんなことあんだね。初めてだわ。だからまあ一旦とりあえず行けるとこまで行ってみる。そう行けるところまで行って、とりあえず渋川かなこの感じだと。そうね。一回渋川伊香保で降りて、それから考えないといけない。反対車線から向かってくる車がさすごいよ。そうなんかとんでもないリーゼントの人たちが結構いるんだよね。キャンピングカーの人も通ったけど、キャンピングカーリーゼントな上にもっとリーゼントだったよ。なんかいきなり混み始めたけどどうした？渋滞。いきなりなんかパーキングのとこも赤い。なんだろうね。何なんか雪降り始めたよこっち。雪降ってんじゃん。伊香保インターから水上インターの区間で通行止めとなっています。水上インターの雪により前橋インターから本当だ。渋川伊香保インターの区間でタイヤチェーンなどのいろんなところがもうあれなの？行けないってこと？でもこれ確かにさ行って帰ってこれなくなったら大変だよね。大変だよ。新潟厳しそうだね。なんか雪降ってきたね結構ね。なんかすごい雪降ってきた。そしてなんかだんだん白くなってきた。そうなんか急に雪降ってきて、景色がやっぱこの先があれなんだね、雪なんだね。そんなに走ってないんだけどね、この調子でちょっと進んでるぐらいじゃん。だから多分これがどんどん粒がでかくなっていくってことでしょ、ここから先ね。なんかね向こう見えないか。でも向こう側もなんかさっきまでは見えてたけど真っ白だったよね。奥の方もね山のところが山？いや麓もあれか、先日の新潟旅と同じあれだよねこれ。普通タイヤがパーキング。これ何なんだろうね。一旦停止冬用タイヤ。これ強制パーキングだよね。強制パーキング。これだと同じ強制パーキングで。強制パーキングだ。ちょっとよくわかんないけど、でも確認されなかったよねこの間ね。この間はね、この間なんか普通にさーってなんかパーキング入って終わったよね。知ってる。だから多分このまんまパーキング抜けられるんでしょ、スタッドレス履いてる人は。でただそれがなんかチェックしてから行くのか。下はこんな感じだよ。下は全然だよね。さあ今回は冬用タイヤチェックされるのか。なんかね黄色い人が
確認してる。本当だ。今回タイヤチェッカーマンがいるね、この間いなかったんだよ。何そうって感じだったけど、ちゃんと確認してるね。ほら、そうなんだよねちゃんとタイヤのあれ見てるんだ。初めての雪タイヤチェッカー。初めてでここでスムーズ。あ、なんか山のあっちがすごいね。本当だ。でも結局ね、この先ほら伊香保から先がさ通行け行止めだからないんだもんね。ほらね、ここで出よ通行止めって書いてある。こんなん初めて見たなあ。あんまりないもんね。これもうあれなのかな、ここから出たらでもそんな感じしないよねパッと見、うん、外。まあでもさ、向こうのここから見える家のさ屋根がさみんな雪積もってるよね。のかな。だからやっぱ向こう側雪降ってんだよ。あ、なんか山が綺麗に見える。山のところはなんか雪してるね。うん。そろそろ降りますよ。左側からなんか雪がバーってくるね。ね、急にだね。なんか天気の移り変わりが激しいな。なんかすごいね。吹雪いてんな。すごいね。でも積もってはないんだよな。まだ降り始めなんだろうね。すごいね。さ、そのほら雪がさ積もったところ走ることはあってもさ、雪が降ってるところ走ることはほとんどないよね。ないね。なんかすごい降ってきたね。すごい降ってきた。わー、楽しい。急にユッキーになった。でもちょっとさ、ちょっとなんか雪の跡残ってるからこの辺も積もってたのかな。ここ渋川だもんね。まあでもそう考えるとさ、反対側から来る車を見てるとさ、沼田とかあっちの方も結構降ってそうだよね。そうね。わあ、すごいね。真っ白だわ。うわあ、すごい。こんなに雪見ることないからちょっと感動してるよ。積もってきた窓。すごいすごい。すごい綺麗。音がすごい。やっとちょっと進み始めた、これじゃないよね。これじゃない。そうだよ。長い食堂行きたいんだよね、ちょっと。このなんだろう、道中に多分あるはず。わあ、すごい。スコップ買わなきゃ。ほんとほんと。とりあえず通行止めとかさ、想定外だった。想定外だった。そこだ。なんか混んでそう。めっちゃ混んでるな、長い食堂。なんかめっちゃ混んでるよ。自販機でいいからピッて買って。そうだね。自販機で買おうか。お土産とあれを買って。なんかここに止めたら抜け出せなくなりそうな気もするけど大丈夫。でこんな感じ。なんかでもそんなに言うほどかな。この辺滑りそうじゃん。固まってて、これでも滑るの。よいしょ。3袋ください。ありがとうございます。しまっちゃおう。おんちゃん頭。本当だ。無事に持ち帰り3つ買いました。混んできたね。混んでるね。てかこの天気でもやっぱ人気なんだね。めっちゃ並んでる。そう、すごい並び始めちゃった。こっから先の方がもうより雪が多分、すごい、あると思うから気をつけないとね。すごいね。反対は人がいっぱいだ。何凍ってんの。違うかな、普通に買おうか。おい、めっちゃ滑る。行
けるのか。肉スタッドレス。ここは平気そうだけどね。でもこっちは大丈夫だけど。あ、また雪が降り始めた。この辺雪すごいね。凍結しないやつね。これはこっちでもあるんだね。ってことはよく雪降るってことだね。そういうこっちゃ。この辺はとりあえずここは登れた。ね。いやいやいや、沼った。すごいね。ね。今沼田の市役所らへんなんかな、これは。おお、ガショガショしてるよ。いやいや、これ白線どこよ。線はもうちょっとその辺じゃん。あ、これだ。危ねえ。どこ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 。いや、これさ、白線がわからんのよね、もはや。やっぱ雪道慣れてないからドキドキしちゃうね。その辺ストップ一多旦。分。でもなんか意外と滑らなさそう。いや、滑ってるよ、結構。滑ってるの？結構滑ってるよ。あら。これね、ダブルタイヤだからかわかんないけど、持ってかれる、すごい。あ、そう。泡立ちみたいなのすごい持そこってかれる。に目の前にコメリがあるよ。とりあえず一回コメリに着いたからスコップは買っとこうか。うん。よいしょ、頑張れ。もうズボンちゃんヒヤヒヤするわ。はい、一回行ってこよう。させていかないと。無事に変えたからよかったけど。また脱出しないと。でも意外とこの辺は平気だな。いやー、すごい。とりあえずでもすごいね。さっきちょっと雪触ったけどサラサラしてたよ。意外とね、なんかね、こっちも雪が強いというか。ねえ、なんかこんなにあれなの初めてだよ。なんか坂道なんですけど、ちょっと僕は全然いいと思うんだけど、肉だからね、怖いよね。今のところは肉のスタッドレスでも走れてる。今のところはスタックしそうな感じはない、まだ。ただ滑る、やっぱり滑る。やっぱ急に止まると流れてっちゃうんで、滑るは滑る。滑るは全然滑る。すっげえ真っ白だね。滑る。ゆっくりね。左が、あ、やばい。まだここやばいな。やばい。ここ深い。ここやばいな。ここめっちゃ深い。ね、ここが川場村だ。あとまだ2キロぐらいある。すごい。あっち側もう見えないよ。超人気な川場の道の駅が空いてる。お、着いた。すごいこと。よし、じゃあ行こう。ソリも持ったし。じゃあ行けよ、うちゃん。雪すごいな。サラダね、何される？あ、ママは全身ワークマン。雪だらけだ。こっちかな。いや、パパ引っ張ってあげる。どうぞ。これが一番怖いですよね。だって終わっちゃうよ。こうやってちょっと準備はいいですか。よーいドン。すごい滑ったじゃん。行くよ。でもうーちゃん全身ワークまでいけたね。おお、足埋まるわ。
振り落とされた。あとはあっちがうーちゃんが上まで行くから大丈夫だから一周して一周。よいしょよいしょ。すごいね、凍ってる。あ、上が凍ってんのか。いやマジさ、こういう時の恋とかどうしてんだろうね。引っかかったな。うーちゃんはまだ何にもできてないぞ。いや寒い。もうね、あっという間に雪がまた降ってきて寒い。ボンちゃんも雪が乗ってるね。あ、ワイパーあげなきゃ。雪積もっちゃう。よいしょ。バッグの中やめてよ。機材入ってんの。さっきからうーちゃんが投げまくってる。すんごい真っ白。よいしょ。無事帰宅だね。楽しかった。ね、いやー、車内温度はでも 17.8 度だね。外は多分マイナス3ぐらい。今日でもあれだよね、初めてだよね、マルチをあれしてるの、ヒーター入れて。まさかのね、このハンガーにするって、ハンガーっていうか乾かす。 FF ヒーター入れた。あったかいもん。いつもマルチ寒いのに。そう。マルチのね FF 光が一応あるんだよね。いつも使ってないけど、そうそう。今日はこれ乾かすのにちょうどいい。よいしょ。よし、じゃあ温まったら温泉割り行こう。見て。うん？赤いよ。ほら。よっしゃ、行くぞ。よし、行こう行こう。気をつけてよ。ゆうちゃんこけそう。すごいね、雪が。うん。よし。たどり着いた。パタパタしないとね。落ちてきそうって言って話してたら次の瞬間バーンと落ちてきてそうなの。露天風呂で雪が落ちたの。それはすごい。よし、じゃあ車戻りましょう。ふーちゃんは今日はそれは何ですか？こういうメニューです。普通の瓶のやつなかったからまあよかったよ、逆にペットボトル。あ、瓶にしたいけど正直はない。正直下だ。この下って毎回なんかさ、ほこりたまる。ファンが入ってるからさ。今日ママあれやるんでしょ？長い食堂。そっちでそうなの。ママは長い食堂やるこれに入れるんだ。と。あ、すごい。もう匂いがね、焼きりんご。香ばしい。あ、匂うね、リンゴ。すごいリンゴの香りがする。焼きりんご、ほうじ茶なのね。あ、ほうじ茶の匂いもするよ。でもリンゴの匂いの方が結構。あ、思ったよりかそんななんか混ざってないな、味が。濃い味ではない。意外とさっぱりしてる。でも風味はすごいある。香りはもう本当に焼きりんごほうじ茶。そうね。うん柔らかい味な気がする。これあれでしょ？今日道の駅で買ったやつでしょ？そうそう。椎茸と油菜。油のだって、ママ油の知らないから。あ、それ何？生揚げ。あ、いいじゃん。生揚げって。つけた。これとこれ全部炒めちゃおうかな。あ、いいんじゃない？美味しそう美味しそう。ね。なかなか衝撃でこれ。今日の外気温、現在温度マイナス2度、体感温度マイナス5度ですって書いてある。ここからずっとマイナスらしい。初めての食材だな。やばい、キャパオーバー。節水できるのか。なんかあんまりうち調味料ないんだよね。今日スーパー寄ってないからさ。
とやろう。やってみてだし。美味しい。全部美味しい。なんかほらそれっぽくなってきてる。油菜を入れて。なんか回せそうだよ。じゃあちょっとちっちゃいもつ煮最高です。ビール開けちゃうよ。はい。いいんじゃない？今日のご飯出来上がりました。パパが作った野菜炒めと炒めただけでこうパパ混ぜてただけだよ。長井食堂のもつ煮とはい健康的なご飯、美味しそう。あと川場のビール。はい、じゃあ乾杯。乾杯。お疲れ様。じゃあお疲れ様です。うん、いいんじゃない？もつ煮いい感じ。どう？パパが作った野菜炒め。ママだよ。いいのかな？葉っぱだけだとちょっと味が薄いから。もつ煮もうまい。お店で食べてみたかったな。もつ煮。あ、長井食堂ね。前だよ。こぼれるから。どう？なんとも言えない。そう、なんとも言えない。でもそれ食べれたらお店行けるんだけど。うちは意外ともつ食べれたよ。美味しかった。すごいじゃん。大人の味で。大人になってやっともつが最近だね食べれるようになった。これがやっと食べれるようになった。ここ 1年ぐらいの話だね。あ、今日のコメントテーマは大人になって食べれるようになったもの。ああ、そうね。子供の時食べれなかったけど大人になったら食べれるようになって美味しく感じるようになったもの。ビールとかも絶対そうだよね。なんか年を取ってくるとなんかビールがうまいなっていうのが分かってくる。苦味がなんか旨味に変わってくるのかな。コーヒーとかもよりそうかもしれないな。でママはここ最近で言ったらもつ煮だよね。ものによるけどね。あいちゃんすごい全部食べて。パパも子供の時っていうかあんまり好きじゃないけど頑張って食べてよかったなと思ったのはカニだね。ここ最近だと最近カニの美味しさが分かってきた。はい、ということでね、今回のねコメントテーマは大人になって食べれるようになったもの。ぜひ皆さんコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おーちゃんはまだだね。節水しなきゃだからね。これでパパは今日野菜炒めを作って洗った。洗ってないよ。もう洗ってるよ。それ洗ったって言わないよ。うーちゃんロボット。うーちゃんロボット。みーちゃんは楽しそうだね。洗い物がないけん。よし、じゃあ今日は
テレビだな。久々にモニターを使うよ。このねポージングはねプロジェクターだけど、この動画ね先日お伝えしたサブチャンネルうーちゃんちうーちゃんちの1回目の動画。ちなみにねこのね BM はねディーゼル4駆なんで、スタッドレス履いてれば多分ボンちゃんよりも雪強いよね。残念ながら履いていません。そうなのでお留守番です。肉なのにスタッドレス履いてるボンちゃんと、そう四駆なのにスタッドレス履いてないノーマルタイヤの B。そう我が家バランス悪い。はい、今ねネットフリックス見てたけどママがもう眠いって言うんで寝ます。連日の寝不足が答えてるよ。じゃあパンク作ろうか。その前に歯磨き。元気だねおいちゃんは。疲れちゃった。雪遊びもしたからかな。応援団団長ママピどうぞ。頑張れ。うーぴーも頑張れ。頑張れー。頑張れー。参拝するらしい。バンクの神様。バンクの。うーちゃんルーム完成。うん。じゃあおやすみうーちゃん。じゃあおやすみなさい。頑張ってます。朝の仕事です。パパの。あで最後に。まあまあセコビッチだね。ランタンで。それ。何がセコビッチなの？じゃあ行こう。ほらすごいでしょ。かわいいな。見てごらん。ね。眩しくない？曇ってるでしょ。ほら晴れてるね。晴れてる。反射して結構眩しい。昨日よりか深いもんね。でも明るいから見やすい。昨日暗かったからね。まあうーちゃん見て、これ絶対凍ってる。これすごいね。やってない？でもなんか日が出てるからか寒くはない。最近雪かきでもする？ボーンの応援してます。見てます。いっぱいだけど。うん、その辺だけ先と取れちゃえば別に。一旦。と思って、うん、もうそういいんじゃない？それで、あと動いたら落ちるし。彫刻みたい。ウケる。それで痩せてね。ここぐらいまでならね、全然出しても。雪かき大変だよ、雪国の人は。毎朝これやってんだよ。ああ、でもだいぶ掘れてるから
なんとなく道ができれば。平ら作業だ。まるでママが一人でやってるように見えるかもしれない。本当だね。動画上では大きいところ。料理と一緒だね。結構滑るからこの辺。なんか違う意味であれになりそう。スタックしそう。よいしょ。最近パン率高いね。よくパン屋さん行く。うーちゃん見てごらん、ほらみんな凍ってる。あ、うーちゃん見えねえか。うーちゃんその位置は見えなかった。本当だ、草が出てきた。よし。まずは。いっぱい買ってきた。何食べんの？ママ先こ固めれるやつ。さっきのなんちゃらドッグ。れ。分けました無事に。やむことなくずっと雪降ってんね。でもさ、もう道路見えてるよね。昨日何も見えなかったもんね、道路。やっぱこう除雪してくれてたおかげでありがたや。でもまた積もってくるから見えなくなってきちゃう。まあね、量にもよるね、雪の。黒いのはうーちゃん食べたくないって言うからパパのところに入れたっけ。なんかもう一個ぐらいちっちゃいのよけど、もういい感じで焼けてるね。よし、いただきます。ママはヒレカツドッグ。美味しい。食べてみてください。美味しい。いや、これいいね。熱くなくて。素晴らしい。帰りはどうなるの？帰りも下道ずっと。カフまで下道だ。はい、朝のいちごです。家から持ってきた。朝からコーヒーが飲めるのはいいね。素晴らしい。車でコーヒー飲めるのっていいよね。パパも食べる。練乳つけて食べるの久々だよね。どう？なくなるんじゃないかと。ういちゃんいちご好き？じゃあゆっくりして。ういちゃん遊びにも行って。じゃあ帰ろう。じゃあ行こう。これいる？早く公園まで行け。ういちゃん先昨日のところまで行こう。せーの。危ない。じゃあ行きます。ここが一番重要です。一応雪かきしたけど出れるかどうか。意外と滑るけど意外といけるね。頑張った。ただね、うちもう壁面壁だから下がれない。よしよしよし。いい感じです。すごいね。わお。なるほど。車がちょっとなんかこう半分傾いてる感じだね。そうね。おお。やっぱ持っていかれる。いやすごいね。昨日よりかはいいけどにしても凍ってるね。ここでこんなに雪すごいんだ。新潟とか多分やばいでしょ。ね。お、すごいね。めっちゃ滑る。やば。悪路。すごいね。でも真っ白。ほんと真っ白。もうすごいよ。お外やばいもん。こんな中運転するとは思わなかった。これさ、ところどころボコボコしてるのこれ何なの？マンホールだね。マンホールか。なんかすげえボコボコしてて走りづらい。開けてんじゃない？どういうこと？か熱で開くのか。このマンホールに上がって下がってする瞬間が。やばい。もうちょっとマンホールじゃないとこ行きたい。やだこの道。ここはやだな。これもう日陰やだな。滑る。滑りそ
ちゃハンドル持ってかれるよ。うおうお、怖い怖い、やばいやばい。まだこの辺はマシになったのか。あ、わだっち、いやすんごい。わだっち真ん中になっちゃってるね。待ってくれてる。いや今の道やばかったね。怖い。後ろ車スタックしてんじゃない？え、もしかしたら。いやでも怖いよ今の道。結構ボッコボコだったよ。大丈夫だったのかな、後ろの車。そこまたボコッとするかんね。あ、よくこれでさ、バスが入ってくるわ。すごいね。すごいよ。いやこれは怖かったな。まあ今回ねちょっと突発で飛び出してきたけど、そうだね、突発でって言って最初新潟行こうと思ったけど、そう結局のところは通行止めになっちゃって、高速が多分こんなもんじゃないんだろうね。行けなかった。急遽川場まで来たけど、そう川場もなかなかすごかったみたいな、なんかライブカメラだとね、なんか全然行けそうな雰囲気だったけど、そう全然行けない雰囲気だったよ来たら。まあ、今回こそあれだね、肉キャンピングカースタッドレス履いて雪道走れるかで。本当たまにちょっと上り下りがありながらも、でもあと2キロで高速だから、もう高速まで頑張る。とりあえずはね、まあ高速は大丈夫だろうと信じてる。解除されたから、そう朝にまあいずれにしてもスタッドは重要だと思うけどね、本当に重要っていうかスタッド履いてないとまず無理。よし、まあ頑張って帰ろう。この後そうこの後はね、このまず雪道を通って高速まで行って、あとはもう帰るだけ。道がえぐい。すごいね、雪は。ようやくなんか今雪がない道を走ってる。まあでも結局またあそこに乗り上げなきゃいけない。えぐいな。ちょっと一車線みたいになっちゃう。でこっち？そうすげえ。なるほどね、一車線も潰れてるんだ。えぐい。気をつけて、ここ。やっと高速。うわー、いやー厳しかった。ありがとう、道路を整備してくれてる人たち。ヒヤヒヤした。すごいね、これを除雪してくれてたんでしょ。大変よ。うわ、すごいじゃん、道路超走れるようになってる。いや普通の道路っていいな。いいよ。道路幅が左だけすげえ細くて、ギリギリミラー見てごらん。本当だ、走りづらい。ギリギリの幅。ここでちょっと幅で頑張ろう。はい、皆さんこんにちは。今ですね、関越自動車道を走っております。今回はですね、新潟の方にね今向かっております。今ね1月なんですけども、そろそろですね、雪がね見れる時期なんじゃないかということで、実はですねボーもスタッドレスに履き替えております。とはいえね、万が一のためにねチェーンとかもね積んでおります。今回は雪がね少し見れて、車中泊できたらいいなぐらいの感覚で来てるので、そんなにね奥深くまではねいかないと思います。逆にね、ちょっと雪が見たいとかね、少しこう雪遊びしたいとかっていう方ねのね、参考になればねいいかなと思っております。スキーとかやられる方はもう積雪が多いところに行くと思いますので、そういう方はね、この今からね僕らが行くようなところはもう多分普通に通過してるぐらいのレベルだと思いますけど、で我が家の車はね、キャンピングカーの後ろのね駆動しか回らない、肉のねタイプになってますけども、それにスタッドレスタイヤ、ダブルタイヤなんで実際はね、スタッドレス6本入ってます。で駆動もね二輪ダブルですね。でちょっとね、一般のね乗用車の構造上違うんですけども、肉のスタッドレスということで、どんな感じでね走れるかっていうのもね参考になったらいいなと思っております。ということでまずはですねこの関越自動車道で、新潟方面に向かっていきたいと思います。
沼田の方に来たら雪がすごい。一気に雪。さっきまではそうでもなかったのに。この群馬から新潟に行くまでのあのトンネルだっけ、通ったらもっと真っ白なのかな。雪雪だよ、雪。パパの景色で、この後ですね、水上インターを越えてその先がね新潟になります。なので水上インターから先にね、あの長い関越トンネルがあるので、それを越えるとちょうど新潟県といったようなね感じになってます。わ、真っ白だ、山。すごいね。うーちゃん、山真っ白だよ。はい、でここからですねトンネルがね始まります。川上トンネル、長さ 190m、 まず短いトンネルがあって、でこの後ですね、本茶のね長いトンネルが来ます。今見えてるこの景色は、これは群馬かな、まだ。でこれ谷川だっけ、ここまで群馬なのかな。ちょっとね県境がね僕もねいまいちどこだか分かってない。はい、でここからですね、今ね湯沢のね標識が見えたんですけど、この後ね谷川岳パーキングを過ぎたら長いトンネルになります。でそのトンネルを抜けた先に新潟県ということで、おそらくこれよりもより真っ白な世界が広がってるんじゃないかなと思います。はい、でここからですねトンネルですね。これ今ね左側に見えてるのが谷川岳のパーキングでした。でここからですね関越トンネルに入ります。でねこれがね、約10キロぐらいですねありますので、これを抜けたら新潟県という感じになります。はい、ということで今ねトンネル入りました。ちょっとねトンネル入ってからね景色変わらないんでね、またねトンネル明けから動画撮りたいと思います。はい、ここからね新潟です。雪。もうすごいね、真っ白具合が全然違う。雪よ、雪。すごい雪。向こう側がね真っ白すぎて、てか左側の雪の壁がすごいね。雪壁がね。今ここからね湯沢町ですね。いやすごい綺麗だね。目の前はスキー場だ。スキーしたいな。スキーしてみたい？したいよ。じゃあ今年やってみますか。すごいよ。すごいすごい。すごいちょっと寒そう。あの辺の山とかさすごい綺麗。山ね。あれ何山？何山なの？あれも谷川だけど違うよ。この後ですね六日町でインター降ります。でインターからはね約10キロぐらいですかね走って魚沼の里に着きます。はい、ここがインター降り口ですね。すごい雪の壁に囲まれております。今からね高速降ります。夏にもね何年か前にねここ来てるんですけど、もちろんね夏なんで、こんな景色ではなくて緑豊かという感じだったんですよね、イメージは。今日はね本当ね、白銀の世界ですね。ただねこの辺はね結構除雪がねしっかりされているので、道路自体はね今のところ雪道を走るといったような感じはございません。いやでもすごいね、やっぱ真っ白だ。いずれにしてもねこんな雪々してるところに我々はほぼ来ないので、ほぼ初体験です。今ですねインター降りてから少し走ってきたんですけど、あとね約5キロぐらいで、魚沼の里っていうところにね到着します。八海山のね日本酒が売ってるところですね。画面で見えてるかと思うんですけど、雪がすごい、除雪もすごい。道路と歩道はさしっかりこう除雪されてて、こんなに雪が残ってこんなに雪が積もってるのにもかかわらず普通に走れる。でこの後ですね少しねこのまま走っていくんですけども、こんなにね極端に細い道がとかは確かなかったと思うので、意外とこんな感じで行けちゃうかなと思います。ちょっとこうね、予定では道路がね雪が残ってて、でも肉でも走れるのかみたいなところを撮りたかったんですけど、なんかねもしかしたらそういうのはないかも。こんなに綺麗に除雪されてる。なので、意外とね今のところは雪が怖くて運転できないところは出ておりません。これだからさ逆にさ歩く時のが怖いかもね。ズボッとはまっちゃいそうで、なんかほら分かんないじゃん、側溝があるかどうかとかも。ね。はい、もう間もなくですね、魚沼の里に到着します。ビールのねブルワリーとか確かあったよね。これやってるよね、そういえば。やってるかどうかは調べずに来たんで
多分やってると思うんだけど。で場所的にはここなんですけど、駐車場が空いてるね、向こう側も。よいしょよいしょ。よし、まあ無事にね到着したので車止めてね、向かっていきたいと思います。さあ行きましょう。こんな感じです。辺りは雪。でも思ったよりは寒くないかも。あ、そう？パパは寒いよ。どう？冷たい？硬そうだね。あ、そうでもないじゃん。でもあれだね。ほら、雨とか冷た。さあ、うーちゃんめがけて。惜しい。近い。よし、とりあえずね、ご飯を食べ行きます。あれでもさ、そこもやってんじゃないの？そこ蕎麦屋さんだ。パパは蕎麦屋が良かったけど。ここね、関東味とかそれ系の出汁を食べた場所だと思うけど。気をつけて。頭。じゃあ行こう。あ、いなりとかあった。あ、いなりがいい、いなりがいい。おにぎりいただきます。うーちゃんなんかそれ卵すごいね。これ入れていいの？いいよ。これが何？薄口。これが薄口。出汁が効いてるやつ。こっち濃い口。そっか、別にパパこれにつけて食べるのもいけるのか。はい、とりあえず今ねご飯食べてきました。でこの後ねもう少しね魚沼の里をね回っていきたいと思います。何？ふみちゃん見て、ママのパパのお尻真っ白だね。すごい高いね。積もり具合がすごい。冷たい。あそこがあれだってね、ご飯食べれるとこって丸垣ゆいちゃん。よいしょ、じゃあ行こう。スロープ使えるじゃん。階段がダメなのにむしろ。多分ここ階段じゃなかったかな。景色がすごい綺麗です。よく見るとさ、これ屋根でしょ。これすんごい積もってんね。よし、とりあえず着いた。おしゃれ。じゃあここから一回戻って向こうのね魚沼の里の方に行きます。向こう側は日が出ててこんな感じですね。軽けねえ、君たち早く歩きなさい。前にだってさ、パパやめさいって。こちらね八海山の雪室の方ですね。夏はね全然違う景色だったけど、冬は冬で真っ白。雪がねこんな積もってるんで、すごい。屋根もすごいいっぱい積もってる。それ買ってく？いいよ。3人分。うん。あと野菜とか買える。いろいろ買って行こう。はい、今ですね魚沼の里を出発します。天気はねすごい良かったんですけども、雪はねやっぱりねたくさん残っております。で結構ねやっぱ積雪の高さがねありますので、この歩けそうな道以外を歩こうと思うと本当ね足が埋まっちゃうような感じです。でね今回もですね、日本酒のところね寄ったんですけども、前回とね違う日本酒も結構並んでて、今回日本酒のスパークリングを購入しました。雪景色がすごい綺麗なんです。これはやっぱりね、この時期にねここに来ないと見れない景色なので、その点はすごい良かったです。でこの後はですね一旦ちょっとね買い物行きます。ここでもねそれなりに買い物してきたんですけども、やっぱね夜ご飯全部っていうね量をね変えたわけではないので、夜ご飯とあとはね明日の朝ごはん少しね、購入できればなと思ってます。それからですね温泉どっか探していって、でどっかで車中泊しようかなと思ってます。
か見ない景色だからすごいよ。山も近いな。はい、今ね、買い物が終わりましたので、これからですね温泉の方に向かっていきたいと思います。で温泉はですね意外とね今探したらこの辺ねなくてですね、今ね南魚沼っていうところにいるんですけど、魚沼市の方に今から少し向かっていきます。ここからね17キロぐらいですね。すごいね。何駅だろう。浦佐駅。浦佐駅？あんまでも聞いたことはない。聞いたことないというか多分新幹線に乗らないからかな。まだ南魚沼市だよここ。本当だ。まだ南魚沼。じゃあこの先が魚沼市なの。意外と南魚沼長いね。綺麗。左は普通の線路だ。在来線。でもさもう雪に埋もれてない？漏れてるけどでも信号ついてるから動くんじゃない？すごい。急に狭くなって雪に囲まれ始めたから、一応あと2キロぐらいなんだけど、なんかね大通りはね結構安心して走れるんですけど、一歩奥入っていくとあれこれ道どこみたいな道があったりするんでハードです。ほらこれ左に曲がるとかさ、もはやどこやこれか。これか。もうね曲がるところがわからないっていうね、雪で。ほんでこれ真ん中のやつってさ、これ雪とか降るとさなんかシャワーみたいな融雪するやつじゃない？もう間もなくね到着なんですけど、ここの雪ってさ崩れてきたらもうするよね。そりゃするよね。今のとこちょうど崩れてた。でも結構車来るね。いっぱい結構入ってる人いたのよ。風呂なし。これさまっすぐ道路だけどまっすぐ行けないんだね。そうだよ。ほら見て見て、これ道路だよ。もうそうだよ。ナビ上はあるよだって。もうないんだよ。やば。ない。こんな感じになっちゃうの。除雪がないと。ここもスキー場じゃん。本当だ。そりゃ人いっぱいだわな。こんな感じで温泉とスキー場が直になってる。ねなかなかすごいな。はい、今ね温泉から帰宅しました。でなんかママたちは混んでたみたいなのでドライヤーね車でやります。アイス食べてたら半分乾いちゃって。結局ここスキーやってる人多かったな。スキー場の隣だけあって、で、この後はすぐ近くにね道の駅湯の谷っていうところがあるんですけども、そこよりもやっぱ南魚沼の方がなんかいろいろあって面白そうなんで、明日のことも考えて南魚沼に行こうかなと思います。ここからねだいたい30キロ弱、そんなにね、距離もあるわけではないので、どうせならね下道でね走っていこうかなと思います。ということでね、ここからねのんびりとね下道で南魚沼までね約40分50分ぐらいかな走っていきたいと思います。はい、今ですね道の駅のね南魚沼近く来たんですけど、スキー場がね右にもね左にもあってすごい綺麗です。ライトアップされる。僕ら本当にスキーとかやんないんで、ママはゼロ、パパは1回、うーちゃんもゼロなので、夜のスキー場とかね初めて見たよね、あんなライトアップされてるの。でもこれやっぱり左と右でそれなりに距離あるから違うスキー場なんだろうね。この辺は塩沢っていうとこの駅の近くですね。結構あれなのかな、みんなスキーとかやるのかな。どれぐらいいるんだろうね。結構いるんかな。毎年のようによくスキーに行く人もいるだろうけど、その逆で人生でまだ0回という方、ぜひですね、コメント欄で教えてください。もう間もなくですね、到着です。すごいね、スキー場がねもう1個増えてね3つになった。3つに囲まれてる。あ、そうこうしてるうちにね到着ですかね。これね曲がるところがね雪が多すぎてどこが曲がるのかよく分かんないんですよね。これは雪国あるあるなのかな。これだな。これはでかいからよかったね。さっきの温泉とかさマジでどこが曲がるのみたいな。お疲れ様でした。この後のあ、ここか。ここが道の駅ね。ああ、この辺もあれだったんじゃない？ 30% です。そうだね。やっぱ駐車場ちょっとないんだね。こっちはもう雪が、多分この辺も駐車場だったかな。うん。
はい、無事にね到着したんですが、目の前がね、見ての通り雪の山です。意外とね駐車場が思ったよりかね表の方がね埋まってました。いいよね、僕らね裏の端っこの方に来ております。で目の前がねこの雪のゾーンっていうのはねあんまり人がいなかったのでここに止めております。はい、ジョージとウージです。ティッシュがやってきた。我が家ティッシュここにもつけてる。こことこのね1個置いてる。普通に両方ともねムーンアイズね。もしかしたらね今日の動画で気づいた方いらっしゃるかもしれないけど、ボンちゃんのミラーの下にムーンアイズのサイコロが今くっついております。そう、取り付けはねちなみにこんな感じでマジックテープにしております。バリバリです。こんな感じでね合うようにしかないんで、よいしょ。はい、 OK です。ということでご飯作りに入ります。今日はこれを焼くだけだよ。今日のご飯はこちらです。これ魚沼の里で購入したね味噌漬けのもち豚になります。これ前に買ってね食べてたらねすごい美味しかったので、これを今回使っております。なんかねこれいっぱいあるよね。ローストビーフとか売ってたよね今回。出た。でも高かったね。そう、ローストビーフね5000円ぐらいするんですよ。超高級なんでうちはねこれにしました。これでも美味しいですよ。ちなみに今何度かっていうと室温がね 22.5 度、湿度 33% です。車の中だいぶ暖かいね。ただ外の気温が何度かっていうと、これ、ね、南魚沼1度です。1度。は？寒い。寒いの？それぐらいね今外寒いです。こんな感じ。これで3枚一気に。ちょっとちっちゃくて、でも3枚一気にやりたいからこれでいい。ふーちゃんはちょっとでいいよ。で、私はそういえばさ、これぐらい？もうちょっと。もうちょっと。これ買ったね。いいよ。ぶどうジュース。はい。こちらですね、先ほどのね魚沼の里で購入した南魚沼の山庭からというねぶどうジュースになっております。ご褒美ジュースみたいな感じのこれね南魚沼産のねカベルネソービニョンっていうやつらしいぶどうジュースです。これまた後ほど飲んでみたいと思います。まだまだ時間かかる。はい、ういちゃんねお米食べるっていうんで電子レンジ使います。で使うからインバーターね使っちゃいます。あー、なになになに。なんかバチバチしたよ今。あ、なんか入ってる。バチバチ事件です。危うく火事でした。後ろ焦げた。原因はねこれです。これがねママのさ目線からだってここ見えないのに。ママの目線からだとね実はね見えないんです。皆さんもこれ気をつけてくださいね。男の人はねこの高さ多分覗ける。パパの目線だとねこんな感じなんで、でママの目線だとねこんなもんだからね、確かに上の方が見えない。この辺のものは見えるけど何事もねなくてよかったです。まあまあこんな感じで今出来上がっております。ちなみにその間うーちゃんは何してるかっていうと待機中です。うーちゃん葉っぱちっちゃ。うーちゃんお肉のが大きいね。はい、今日のねご飯できましたので軽く紹介していきます。まずね魚沼の里の先ほどの味噌仕込みかと、そう白子ポン酢、さっきのハラシンっていうスーパーで売ってたやつですね。あとはこれあれでね普通にセブン、これねドレッシング、これ使いたかったんですよ。これも実はね先ほどの魚沼の里で購入したドレッシングで、八百屋の厳選素材のドレッシングで、なんだこれなんて読むんだろう、半5平米。まあどんなドレッシングかっていうとこのねわさびらしいんですよ。なんでそれがね美味しそうだなと思ってこのドレッシング買ってきてます。
で1本目ね、僕らは、猿倉山ビールっていうね、魚沼の里のね時に行ったビールの酒造のとこですねで売ってるピルスナーと、あと IPA のクラフトビールになります。うーちゃんは先ほどのぶどうジュースです。じゃあうーちゃんもいいですか？はい、じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。濃かった？ちょっと酸っぱい。うん。あ、これ美味しい、これ。このピルスナー。うん。これ甘酸っぱいよ。酸っぱいの？ちょっと飲まして。私からしたら甘酸っぱい。ぶどう 100% って感じだね。体にいいよ。そうそうぶどう本当に？じゃあこれ飲んどこう。先ほどのねわさびドレッシングです。お肉いただきます。おい。どう？好きなやつ？うん。少ないと。いただきます。うん、美味しい。ちょっとツンとする。意外とわさびだね。わさび好きな人はいいよね。うん。私わさび大好き。あそこ行きたいけどずっと行ってないの。怖いね。わさび農場行きたい。次長いのわさび農場もしかしてわさび買う気？大王わさび農場でしょうか。はい。わさびドレッシングめっちゃうまかったんで、追いサラダです。まだ出てきてないね、最後の魚沼がいるからね。そう出す。ああ、いいよ。飲む？はい、ということでね、今回買ってきたお酒はこちらになります。八海山のスパークリングですね。泡ってやつです。白麹。スパークリング日本酒ですね。二次発酵酒。ちょっとね、僕はあんまりこの辺詳しくないんですけど、今回はですね、このワイングラス、久々に出します。これです。確か山梨ら辺で買ったやつですね。ガラス缶とかで買ったやつです。これでね、飲もうかなと思います。飛んでいかないようにね。大丈夫かな？抜きます。おお。ね、大丈夫でしょ。でもなんか普通にスパークリング。こんな感じです。あ、でもやっぱちゃんと泡だね。おお。美味しそうだね、これ。日本酒のスパークリングです。おお。はい、乾杯。乾杯。いただきます。あんまり甘くないね。飲みやすいかあ、すごい飲みやすい、これ。日本酒をスパークリングにしたら確かにこんな感じかもしれない。ほらよくさあるじゃん、いろいろ。で割と甘めのテイストとか多いけど、これは甘くない。ご飯に全然合うよね。うん。ご飯で食べれるやつ。うーちゃんもワイングラスで飲みたかったみたいです。これね、プラスチックのやつです。さっきも一本飲んだからね。大きいの買えばよかったね。それでいい、それでいい。大きいのも売ってたんで、本当は。乾杯。はい、乾杯。いやうーちゃんのや乾つ。杯。なんか色がさちょっと渋そうじゃん。ああ、まあでも本当ね、ぶどう100って感じ。うまっ。美味しい。本当にママ飲んでみればいいんだよ。飲むから半分の。うーちゃんの顔。ちなみにうーちゃんのはジュースです。うん。もうちょっとお酒を楽しみます。よし、じゃあ寝ましょう。今ね、バンクベッド作ったんですけど、今日はね、この後ね、かなり寒くなるみたいなので、明日一日だってなんか雪っぽいよね。うん。朝からも雪マークに変わってて、今はね、車の温度がね、21度あるんですけども、多分外気温もマイナス2度とか3度とか世界でね。意外とバンクベッド寒いんだよな。そう。だからね、ちょっとちゃんとね、お布団入って寝てね、うーちゃん。はい。ということで寝ます。うーちゃんもおやすみ。はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。はい、おはようございます。今ね、室温がね、18度ぐらいだね。結構夜中下がった。今日は寒くなかったよ。あ、そう。バンクは。で、今外の外気温が0度ってなってるけど、体感マイナス4度って書いてあります。まあですね、多分それもそのはずです。なんとね、今外どうなってるかっていうと、外はこんな感じです。めっちゃ降ってる。なんかね、僕6時過ぎに起きたんですけど、その時は全然降ってなくて、今ね8時ちょっと過ぎなんですけど、2時間ぐらいでねこんなに降ってた。まだ降り始めなのかな。なんかでもね、粒が大きいです。氷の今年初の雪です。雪が降ってる。
はい、じゃあね、朝ごはん食べるために今からですね、トースター久々に使おうかなと思います。我が家のねトースターはね、この下に隠れております。今日はね、ホタテ持ってきてるんでね、ホタテでトースターとケトルもね使おうかなと思います。はい、トースター。あれ飲もうか。昨日のそういえばコーヒー。これ昨日買ったコーヒー。八海山の雪室コーヒー。オリジナルブレンド版。昨日八海山でなんだかんだいろいろ買って。八海山とか魚沼の里とか。これも美味しそうだ。これ買ってみました。第1巡目。あうちゃんもう先食べててもいいんじゃない？食べてていいよ。じゃあ雪でも見るかい。わ、すごいね。窓をここブラインド開けただけでちょっとスーってするよ。何住んでるとこじゃ降んないもんね。そうだね。こんなに真っ白にならないもんね。そう。少ししか降らなかった。ね。でもこれなんか香りがいいね。ひたひたかもしれない。降ってきたね。降ってきまた結構今になって降ってきた。た。いただきます。じゃあも食べや。もう雪。切ったにしては中スポじゃない？なんか空洞な。なんかでかいよね成人式でしょ今雪。こっちの人たちって本当でもあれだよね。成人式イコール雪なんだろうねも日。ね、もうだから車だろうね移動は。う。よしよし。寒い。今からね道の駅に行きます。もう降ってないねでも雪ほとんど。やんじゃってる？あでもチラチラ。すごい真っ白。向こう側がすごいね。ね。こっちも真っ白だけど。ママについてて。昨日ねうーちゃんが気に入ったジュース見つけたから。枝ジュースね。大きいのがあったよ。じゃあ大きいやつ買おう。大きいやつ。しいたけでかっ。買ってくしいたけ。しいたけのステーキだな。これぐらいでもいいか。トウモロコシのまんまのポップコーン売ってたよ。せっかくなんでね隣に公園があったので公園に行こうかなと。すごいね真っ白。そこから上がれんの？ちゃんとママの後ろについてってね。うわすごっ。うーちゃんどんくさいか。おてて。はいゴーゴー。そう。よいしょ。うわすごい。すごいほら。あ、うじゃんダイブしていいよ。ダメ。やってみて。雪合戦始まりたい。やだ攻撃してくる痛い。あげるよ。この辺でいいんじゃない？助けて。超沈んだ。手冷たい。痛い。痛くない。すごいね。もう雪でここら辺も埋まりそう。うわ大変なことになってるね。はい、今ね雪遊びしてきてうーちゃんもママもパパの子もすごいほら真っ白だもん。違うよ。だってパパ一人だけさ。カバンも真っ白。違う一人だけ君ちゃんとした装備してたから。バンは積みっぱなしだからね。まあね、うーちゃんねキャンカーでまた着替えて。そう着替えはあるから大丈夫ね。本当でもこういう時いいよね。着替えがさすぐ出てきて車の中で着替えれば終わりだし。また来よう。また今度はあれね、ちゃんと装備整えて決戦し。そうだね顔。じゃあ今年やろう。ねここは近いからね。すぐ来れるから。こんなに雪があると思わなかったね。ね。ここに。楽しい。
よし、じゃあ行こう。車に戻ります。はいいいよ、ズボンは後で乾くやろ。うん。先に。足ウケる、はいな。うーちゃん体温高いからなのかな。わかんない。寒い。よし、じゃあ無事にね、車内戻ってきたんで、ちょっと着替えたりなんだりします。はい、お外から帰ってきたら手洗ってください。はい、ぷーちゃんはね、もうすっかりお着替え完了です。最初からこれでパンツまで濡れてて笑える。はい、パパもね、全身雪だらけになったので着替えました。濡れていません。あんだけはしゃいでたのに。すごくない？ここね、南魚沼の横の公園がね、結構遊べたから雪で、またね、近々来ようかなと思います。ここだったらすぐ来れるし、フラッと来れるな。そう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 。やっぱね、白馬行くとかになるとね、もうそれなりに気合を入れていかなきゃいけなくなっちゃうから、妙高とかさ、うちらの遊び場スポットだね、ここ。そうそう。いいね。あら、またサラサラ降ってきたね。あ、降ってきた、ということで、ここからね、帰宅に入るんですけども、ついにですね、キャンピングカー肉スタッドレスで行けるのかどうか実験が嫌でもされます。昨日はね、もうそれ多分ないだろうぐらい思ってたんだけど、まさかね、今日こんな雪降ると思わなかったから。今雪の音してる、ほら。急にお外が晴れまして、とても神秘的な感じになりました。お外見えないか、見えないな。暖かくなってきたからか急に溶け始めたな、雪。さあ、そろそろ準備していきたいと思います。よっしゃ、じゃあ出発します。雪が目の前でした。さっきまですごい雪降ってたんだけど、急に晴れた。ちょうどね、さっき遊んでたところがここだね。そうそう、ここすごいね。今日が入って、これはこれで綺麗。綺麗。てか山の方がすごいの。あ、スキー場の方。ほら上。本当だ。そう、こんな感じのとこにいました。多分ね、ここ普段はね、普通の公園で、この雪一面のところもちゃんと普通に芝っていうかあれだと思うんだけど。いや、すごいのよ、ここ。ここめっちゃ良かったよね。そう、よかった。うちみたいにがっつり雪遊びをしたことない人にとってはすごくちょうどいい場所な気がするね。わ、一面雪景色超綺麗だよね。わ、すごいね。なんかね、この先でですね、冬用タイヤ規制っていうね、規制をやってるらしくて、なんかね、抜けるのにね、何十分かかかるみたいな、なんか渋滞らしいんですよね。この先でなんかやってるらしくて、高崎までね80分ですよね。なんかよくわかんないよね。冬用タイヤ規制とかやってる。こういうのってなんか雪国あるあるなのかな。新潟まだね、新潟だけど雪がすごい。そう、湯沢を今ちょっと過ぎたぐらいかな。関越トンネルは金属チェーン外せてる。あ、チェーンね。金属チェーン車土田パーキングへ。冬用タイヤ車直進。一体何だったんだろうね。80分の渋滞は一体何なんだろう。はい。とりあえずトンネル入ったのでね、なんかね、トンネル出口が雪って書いてあったんで、水上が降ってるのかもしれないです。はい、今ね、関越トンネルなんですけども、急に渋滞中です。わおわお。わポンちゃんの上に雪が。わ大変。なんかね、この先全車両パーキングへって書いてある。これがさっきのあれ、なんちゃら冬用タイヤ規制ってやつ。こっから強制パーキングですね。強制パーキング。高速道路もこんなあれなんだね。なんか水、お湯。これなんだ、水なの、お湯でもなの。なんか凍らせないようにしてんだろうね。そうだ。ここから下道降りてなんて言われてもさ、逆にそれはそれで辛くない？そういうことね。まだなのね。まだここがパーキングなのね。え、どういうこと？え？なんかよくわかんないけど、とりあえず走ってよしっぽい。群馬側も今ね、雪降ってます。まあとりあえずね、無事に抜けました。はい、ということでね、だいぶね、今関越走ってきたんですけども、冒頭にですね、肉のねスタッドレスでもね、雪道どれくらい走れるのかなっていうのをね検証したいかなと思ってたんですけども、思ってた以上にね道路がねしっかり除雪されてまして、本当にね全然雪がね残ってないという、もう本当に3日ぐらい4日ぐらい前かな、
この辺魚沼の方とかね今季ね最大の積雪っていう風にねニュースでやってたんですけど、2日すれば全てね除雪ねされてて普通に走れるぐらいのレベルでした。なので今回ね私たちのねような肉のキャンピングカーでスタッドレス履いてる車であれば全然ね問題なく走れました。ただね、林道とかね少しこう細い山道とか入っていくと、おそらくですね、除雪がね行き届かないところもあると思いますので、そうなるとですね向こうのね雪の壁すごい高かったので、あの辺までね積雪とかになってしまってるとなかなかね、いくらね4駆とはいえ走れないところもやっぱあるんじゃないかなとは思います。なので道を選ばなきゃいけないですけども、大通りをね普通に走ってる分にはこのキャンピングカーの肉のスタッドレスでも全然問題なかったです。またね今後ね、スキーとかねそういうのにもね今度挑戦してみたいので、もう少しねちょっと雪が降ってる時にね行くかもしれないですけど、今回はねその点はねすごく自分たちもね参考になったかなと思います。でまだまだね雪のシーズン続きますのでね安全運転で、雪のシーズンをね楽しみたいと思います。久々の夜出発。確かに最近日中出発多いから。最近近いとこ行ってたからね。今回も言うて100キロぐらいだけどね。そっか割と近いは近い、人生初のウィンタースポーツ。そう初めてのスノボをやろうっていうことになったんだよね。パパもやったことないスノボにしてもさ、高かったねウェア。いやほんとよ、ウェアとゴーグルとかさ、あとスノーブーツ。まだボードやったことがあるわけじゃないから、そのボードの板と靴は持ってないじゃん。買ってないけど、大体それ以外みんな揃えたじゃん。揃えたそれ以外を3人分揃えたらとんでもない金額になって、本当よびっくりした。もうねお会計の時にびっくりしたもん。こんな行くのみたいな。なんかお金かかるよっては言われてたから、なんかほら、ある程度覚悟してたけど、でほらサイズとかあるじゃんスノーウェアって。あるある。だからあんまりこうさ、なんかネットっていうかさ、アマゾンとかさ、ああいうので買うのもさサイズが分かんなくてさ、着てみないと分かんないもんね。そう高いから余計に怖いしさ、だからさ普通にねヒマラヤとかさ、ああいうワールドワンとかああいうとこ行ってさ、買ったけどとんでもない金額になってる。いや本当よ。だから多分こういうのをねもともとやってなかったから、多分うちお金かかんなかったんじゃない？いやお金かかってないと思う。うちどっか旅行行くとかもあんまなかったもんね。なかった。だから多分お金使わなかったんだよね、からのキャンカーに乗ってからあれやこれややるようになって、なんか意外といろんなことにお金かかるなって。でもそれを考えたらいろんなことやるからこそキャンカーあった方がまだ安上がりかもしれないね。宿取んないから。確かに。しかもこう全泊ができると思ったら、そういうところもすぐ気兼ねなくチャレンジできるし、さっと行けるしね、今回みたいにねスノーボー行ってみるみたいな会話になってさ、行きますみたいな感じで行けるじゃん。そうだね。だからそういうのも踏まえると本当楽だよね、だから今日も近くまでとりあえず行って、で今日は道の駅かどっかで車中泊しといて、で明日朝からスキー場登って。だから怖いの雪だね。凍結だね。凍結だね。一応だからチェーンを積んでるけど、なるべくね使うようなシーンがないのが一番いいんだけど、スコップも買ったし、そう、とりあえずね冬装備もできたから大丈夫かなって。あんまり安心しきらないで注意してね。とりあえずは進んでいこう。めっちゃ曇ってる。ちょうどもうここだ出口。お、小諸。今日はねドライな道を走ってるからすごい気が楽ね。なんか向こうが景色綺麗だね、が一番近いから、この辺の近くにあるどっか泊まれるところを探して、なんかとりあえず適当にこの辺の道の駅かなんか探して移動しよう。無事に到着。ふーちゃんもう早くご飯食べたいね。一筋かけ。毎回ここね汚れるから。じゃあご飯食べよう。ちょっとお湯沸かしちゃおうぜ。
今日お味噌汁も買ってきてるか一回じゃ無理なんじゃない？ら。うん。結構ルーを沸かしといて。今日はみんなあれだよ。早めに寝るんだよ。明日のために。明日朝早いからね。明日は全力使い切るつもりですから。今日のメインディッシュね。これうーちゃん？うん。一人前でやっぱ買っとかいいね。うん一人前がいい。これね、はま寿司を予約してお持ち帰りして冷蔵庫に入れとくと。あ、お湯沸いたからパパ入れちゃうよ。うん足りないでしょ絶望的に。いやー、ちょい足りないかも。全然かわ多いの。いそうにパパのだけ。配分がちょっと足りこれをちょっとこっちに移してあげるよ。ママがさっき横着するから。どうせ足んない2回やるんだからこんなもんでいいんだよとか言いながら。分量の問題でしょ。あともうちょっと入れてくれた。もういいよいいよ。いただきます。はい、いただきます。はま寿司パーティー。ちょうどいいよね。熱っ。舌やけどした。今日はパパはノンアール。これあるかあ、飲んじゃいね。うん、それもらったやつもらったやつ。ら。乾乾杯。あうーちゃんお茶。どう？辛い。わさびをつけたから。生意気にわさびをつける。でももう少ししか辛さ感じない。そう。エビとイカあげる。納豆取って。うん、取るよ。置いといて。あと意味不明のこの2つも。なんか今年はどれぐらい雪遊びできるかね。うん。そうだね。去年よりかは圧倒的に多い。現時点で。意外とさこんなに近かったんだっていうことが判明したからさ。去年さ、シーズン終わりに行ったよね。終わりに行った。去年2月はさ、なんかいろんなイベント呼んでもらっててさ、そういうのがあって結構あんまり出かけてなかった。でもほら間にさ、山梨にバナナボール行ったりね。あそこ山梨なんだったっけ？あれは八ヶ岳のああれ乗りだもんね。氷上のバナナボール。みなかみあみなかみ行ったわ。そういやいちごの。そうみなかみだ。みなかみとだからあれだけでみなかみか。そう山梨とみなかみだけだからこの本ちゃんのシーズンに本ちゃんの場所には行ってない。まあ、今回ほらうちも初スノーボーするよ。うーちゃんも、まあ、初ソリじゃないけどちゃんとやってたりするじゃん。じゃあ今日のコメントテーマは皆さんにとってのウィンタースポーツとはみたいな。逆にうちみたいに全くやったことないぜ、その人たちもやってみたいんだけど寒いの嫌なんだよねとか、逆パターンやってみたはいいけどもう寒いから行きたくないみたいな、なんかちょっとそんなさエピソードみたいな、ぜひねコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これさっきねヒマラヤで買ってきたやつ。もうねウェアはね意識揃えたんだけどね、ゴーグルとか別に借りればいいよねなんて言ってたんだけど、雪遊びしてる時のさ吹雪がやばくてね、グラサンでどうにかしのいそうでこれ買わなきゃダメだと思って動くとちょっとあれだよね。買ってきた。高い。うーちゃんのだよこれ。あ、いいじゃん。ぴったりぴったり。うん、ぴったりぴったり。こっち見して。鼻はしょうがない。ふーちゃんこっち向いて。うん、ぴったりぴったり。なんか強そうで。なんかとんでもない。頭こうやってやっても落ちない。大丈夫？あ、大丈夫だね。世界が黄色に見えるやつだけど。うん、そういうもん。これどっちだっけ？これパパ。パパもゴーグル一応買っといた。なんかこれね、ウェアをね、このメーカーにしたから、オークリー。パパなんかこれもこれにした。ママが買いたかったやつが、欠品しちゃってたんだよね。在庫それしかあれだよね、展示品しかなくて別の買ってきた。なんかねパスケース、リフト券とかのパスケースがあった方がいいって言われてね、どんなやつだろうと思って一応買ってきた。入るのかなこん中。分かんない。でもこの中一応さ小銭も入れられそうだしさ、まあいけんじゃない？お金も入れれるからいいかなって。でパパに真似された。歯磨きして寝ましょう。はい。じゃあ休み。明日朝早いからね。よし、じゃあ寝ましょ明日7時ぐらいね。う。ちなみに今日はもう気温マイナス5度だからね。寒い久々に窓ガラスのとこあれ貼ったよね。ね。すごいマイナス5度だよ。さっき道路のとこにも書いてあったけど。そしてもう今早くない？11時過ぎ。寝ます。寝ます。
じゃあおやすみ。おやすみなさい。7時起きないと。寒い。うん。ほら今ただいまのこの場所の気温マイナス7度。マイナス7度ってやばいね。めっちゃ寒いよ外。車の中はでも15度しかない。それでもバンクベッドが寒い。 FF マックスにしてるけど、これやっぱさ真ん中さお座敷にしちゃうとさ FF 周りが悪いね。よし、もうとりあえず起きて準備して今日はスキー場行かないと。今日は急ぎの朝ごはんです。まあ9時出発で今7時半だからね、まだもうちょっと時間はあるけど2時間ぐらい。1時間半です。なんかあったかいコーヒーとか入れてる時間ないよ。あ、ママの午後ティーがあるよ。いや、バンクベッド寒かったな。やっぱ前を閉めないと寒いよ。全然違くない？けどね。いや、ペロッとしちゃったじゃん。剥がれちゃうんだよね。でもこういう場所来るときはやっぱ前があった方がバンクベッド全然違う。まあとりあえず今日はね急ぎ準備してさっさとご飯食べて出発します。今日はこれから湯の丸スキー場か。初めてだ。スキー場自体が初めてだ。多分もう人生で2回目かな。ね。高校生以来のスキー場。初スノーボード予定。そうそう。なんかでも天気良くてよかったね。ね昨日までほら全国各地さもう吹雪ですごかったんでしょ。うんうん。まあ山の上は分かんないけどね、こっちはね。そうなんだよね。今下は晴れてるけど、まあそんなこんなで今日は初めてのスノーボード予定。ちゃんと滑れるかどうかはね分からないけど、やってみて。まあもしかしたら、アクティブ系だね。その辺の本ちゃんの様子はサブチャンに上がるかもしれない。サブチャンネルね、うーちゃんちっていう最近ね解説したそうですね。概要欄に貼ってある本ちゃんの様子が上がるかもしれないんで、それはそれで見てもらえると。だからメインでは最初と最後ぐらいしか多分出てこない。はい、これをね左に曲がると湯の丸スキー場の坂。ここ雪だったら結構厳しいと思うけど。そうだね。上の方がどうなってるかだよね。下はこんな感じだけどさ、なんだかんだこれさ12キロ登るからね。あ、そうなの？そう結構登るんだよ。結構登るから本当に上の方ってどんな感じなんだろうっていうね。ここら辺はねまあ全然ね雪もないしあれだけど、確かに確かに。ここだけ心配だよね。これまっすぐ行くと妻恋に行くんだ。あ、そうなんだ。あ、なるほどね。妻恋やばいよ。妻恋はハードよ。でも昨日がピークだったんじゃない？いろんなところがわかんないけどね。でも昨日もほらもうだいぶ溶けてたじゃんまだ、一昨日に比べたら一昨日がやっぱ一番ピークだったよ。降った日だったから。今標高1050メートルらしいよ。結構高いね。もう1050。その辺から雪が溶けてないね、やっぱり。この辺は雪がね。すごい雪になってきた。今標高どれぐらいなんだろう。まあ1300。怖いのは日陰だね。ほらこういうさ凍結まだしてる。凍ってる？まだあと 3.6 キロある。きつい。もう1450メーターだ。もう1000。でもさっきの1000から登ってきたように感じるけど、まだ400メーターしか。450メーター。ね。あ、本当だ。道が狭くなってきた。ハードだね。すごいね。ここはなんかすごそうだね。あ、でも溶けてそうだよ。そして眩しいな。めっちゃ滑る。国立公園ね、上信越高原国立公園って書いてあった。残り 1.2 キロ。いやーここきついね。お、もう全面雪。わあ、真っ白。すごい真っ白だ。すごいすごい。で一応この辺かな。スノーボードスクール。ト
トレーニングジム、宿泊施設。あ、着いた。ゴール。着いた。すんげえ。ソリとかここでやるのマジで楽しそう。すんげえ眩しい。あ、ういちゃんこんな感じだ。こんな感じ。あ、眩しい。ノーマルスキー場。あ、でも下車すごいじゃん多いね。うん、下なんかいっぱい止めれそうじゃん。すごーい。あっちはあっちでやってるよ。とりあえずこんな感じみたい。行ってきます。はい、ういちゃんもスノーウェア、ママもスノーウェア。全身着替えました。飲み物2本持ってきた。パパのスノーウェア。とカメラ。はい。今日はこれでいこう。よし。オッケー。よいしょ。ああいうの着てる。でも色があった方がやっぱり目立つ。なんかほら新しい見た目だけ。どうですか。なんとも言えないじゃん。うーちゃんロボットです。どうですかロボットは。失礼。立ち上がってまず重心を高くしなくてペンギンのように。うーちゃん怖いな。じゃあうーちゃん立ってみよう。はい、立ってで、危ないと思ったらもうこける。はいそうだよ。ペンギン、そう大丈夫。大人1日で5000円でしょ。ね、ファミリー券の方が安いんだわ。いやー、おいでおいで、いいよね。また明日朝から頑張ろう。朝から。ちょっとだけ上に登ります。アイスバーン公園。よし、じゃあ行きます。よいしょ。無事にね、スノボから帰ってきました。で、お風呂入ってきました。ご飯食べちゃおう。まあ、初めてにしては滑れた方でしょう。ということで、ご飯にしましょう。体が痛い。そう、筋肉痛ですよ、明日は。そうだね。うーちゃんどうだった？なんか楽しかった。うーちゃん上手に滑れたもんね。パパも手が痛い。体痛い。今日ご飯はね、もうね、コンビニでいろいろ買い漁ったから。もう今日はね、こんな感じでコンビニパラダイスと道の駅で、で電子レンジどうする？電子レンジ祭り。こういう時でも電子レンジだとほんと便利。ね。スタート。どうぞ。やけどだけ気をつけて。滑れるようになるのかな。果たして。わかんないわけだ。普通はわかんないから。ね、どうなんだろうね。ここはなんとか降りてこれたから。これまで。ママもう転ぶも何も、ここが普段鍛えてなさすぎて、ここが痛さすぎて、プルプルしちゃって、いい運動だったなと思う。普段運動しないからね。なんかいろいろやりたいなとは思う。なんかバドミントンとかああいうのもやりたいなって思っちゃう。やばい、寒すぎる。寒いね。今ね、室温はね14度なんだけど、外気温がやばい。こちらです。マイナス10度。現在地。マイナス10度だよ。
くっそ寒いよ。さすがに前つけたね。うん、つけた。久々につけた。ちゃんと。寝るときは、うん。ここを開けて寝ることに。ここ開けないとね、出口下が FF だから、FF が回らん、やっぱり。こんだけ寒いとね、きつい。で、パパは寒すぎて、もうコーヒーを飲む。よいしょ。パパはちょっとだけコーヒーブレイク。あ、疲れた。冷た。キンキンです。外マイナス10度だからね。激寒いよ。やばい。経験したことのない寒さだよね。マイナス10度って。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。冷蔵庫のキンキン具合も半端ないね。パパ半ズボンだから。自分が悪いよ。それは自分が悪いよ。ママ持パパってく。ほら半ズボン。かわいそう。ママはちゃんと前に持っていくって衣替えの時期に聞いたら、いらないよ。半ズボンで十分って言ったからね。かわいそうパパ。かわいそうだと思ったって自分で持っておいでよ。外はマイナス10度なのに半ズボンで過ごしてんだよ。もう FF から足が離せんのよ。じゃあ我が家もこれを飲んだら寝ます。おやすみなさい。まだ8時だけどね。うん。よいしょ。おはようございます。今ね、6時15分。外気温がね、マイナス12度。車の中は20度ぐらいあるけど。よいしょ。外、めっちゃ寒そう。綺麗だけどね、寒そうだよね。ここでちなみにトイレ。よいしょ。はい、みんな朝ですよ。朝めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だし、いきなり雪めっちゃ降ってた。知らない間に。すごい。ふーちゃんもおはようございます。ふーちゃんも今日早起きだね。今日もささっとご飯食べてスノーボー行く人行きます。頑張りましょう。こちらは筋肉痛です。筋肉痛です。背中ってか肩、肩甲骨周りが筋肉痛だよね。なんか足はまだなんか平気。意外と。パパ腕だけだな。肩甲骨周りがすごい筋肉痛。車のガラスが凍ってる。これ内側のガラス。すごい。横も全部。まずこれを乾かさない限り発進できない。マックスで。さあどうでしょう。止まるとこ終わりだな。そこ曲がれば終わり。頑張れ。自分の森とは登れさあ本日も
スノーボーうーちゃんです。頑張りましょう。あ、日が出てきたね、太陽が。あ、消えた。いいよ。そう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 、上手上手上手。ゆっくり止まってごらん。そう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 。オッケー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 。上手上手。ここ危ない、ほら。落ちちゃう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 。よいしょ。深いねここ。見て。すんごいねここ。埋まるね。膝ぐらいまで来ちゃうね。よいしょ。うーちゃんもっと埋まっちゃうね。よいしょよいしょ。無事帰宅。よし行きます。 OK。 ここが一番あれ怖いよね。多分一番さ、結構溶けてるとは言ってたけど。そう先発隊が言ってたけど、結局ここの雪が一番怖い。降りていきます。まあ朝よりかは確かにいいかな。朝ほら新雪がまださ残ってたからさ、あれはあれで大変だったよ。ほんでこれを右か。怖い。いや怖いねここ。日陰ゾーンはほんと怖い。いや怖い。何？俺怖えな。バス怖えな。バスなかなかよ。道幅的にも怖いな。逃げ道なくなっちゃうから。おお、なんか雪がめっちゃ落ちてきた。まあとりあえずね、今回初めてのスノボーが無事にまず到着できたってことだね。で今回の雪が多分今までで一番過酷だったんじゃない？過酷だった、こんなに積もってるとこ行ったことない。おおすごい。そう、坂もさこんなに勾配なところ来たことないじゃん、雪で。ないでなおかつスキー場なんて初めてじゃん。肉のスタッドレスが結構ガチな雪のところでも走れるかどうかっていうのが今回が一番分かったんじゃないかな、今までの中で。思いっきり多分ブレーキ踏めばそれは滑るんだけど、でアクセルも思いっきり踏んじゃったら滑るんだけど、すごいゆっくりゆっくりブレーキ踏んだりゆっくりゆっくり加速する分には意外とねそんなねダダ滑りはしない。今回はチェーンを巻かずに行ったね。ただねチェーンはねもう後ろの席に置いてある、すぐ出せるよ。うちのはね布製のチェーンなんでワンポイントでね使えるから、まあとはいえやっぱね安全運転は大事ですけど、なんで、まあ、四駆に比べたらそれはね四駆の方が安心感はあるけど、肉のダブルタイヤで FR ですね、後ろの駆動の車でも意外とねスキー場は全然行けちゃいました。あ、アドリアがいた。そうアドリア組はチェーン巻いてた。そうでただやっぱりこのね安心感っていう点では四駆の方がまあいいはいい、でも肉でも意外と今日のね動画ぐらいの、積雪、で、まあ、標高 1800m ぐらいのところで、最低気温がマイナス12度、でもなんとかなったかなっていう。でまあ今回ねそんなこんなでスノボーも初参戦だけど、最初こそねどうなるかと思ったけどなんとかなったかな。やっぱね36だからねもうパパ、体がね重たいですよ。次回は先生に習って基礎をもうちょっと勉強してから。そう混んでだからね今回本当にね。まああとはね、今後またね冬だからねこういう雪遊びをまたできればいいけどね。まあ、次はねどこ行こうかまだ考え中。いろいろ挑戦していきましょう。
ろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。